こんばんは。あなたのマイテレビ錬金 TV のボスケです。今ね、防振双眼鏡祭りのね、真っ只中ではあるんですけれど、毎回ね、双眼鏡ばっかり紹介しててもつまんないと思いますので、2回か3回に1回ね、ちょっと別のネタも挟もうとは思っていますが、今回ね、紹介するのはこちら。じゃじゃん。まだ箱の中に入っていますが、白馬の E ドライボックス KED-P20 というね、防湿庫です。私もね、ちょっとおかげさまでね、ちょっと高価なカメラレンズだとか、高価な双眼鏡だとかね、増えてきましたので、そういったものをね、入れようと思って買いました。Amazon で買ったんですけれど、これタイムセールで買いましたので、なんと4990円。超安かった防湿庫です。それでは開封します。ミュージックスタート。なかなか時間かかってます。すいません。ちょっとね、さっきの角度だとね、もろ部屋の中が見えちゃいますので。ということで、これが新しく届いた防湿庫です。ではちょっと庫内を開けてみましょう。はい、オープンしました。これがね、防湿庫の内部です。中はね、20リットルの庫内なので、だいたいこんなもんでしょうかね。防湿庫がね、どれぐらいの大きさかイメージできないっていう方は Amazon とかでね、いきなり買わずに一回ヨドバシカメラだとかビッグカメラだとかカメラ屋さんで実物見てからね、大きさのイメージを沸かせてから買った方がいいと思います。私としてはイメージ通りです。さてこれがね、前回紹介した双眼鏡ですね。ほら、このように置くとね、双眼鏡の奥行きとね、ぴったりと合います。まさにね、双眼鏡1杯持ってる私のための防湿庫みたいなもんなんですけれど、もちろんね、カメラを入れてもちょうどいい大きさになるかと思います。ちょっと持ってきましょう。はい、それではね、ペンタックスのでっかいね、広角レンズを入れてみます。この通り入りますね。そして軽バン。これも比較的大きなデジタル一眼レフカメラです。まだまだ入りますね。じゃあね、双眼鏡も入れちゃいましょう。こんな感じでね、多分カメラと交換レンズだけだったらカメラ1台と交換レンズ4本ぐらい置けますね。それが20リッターの容量です。まずこのフィルムを取っちゃって、そしてさらに防湿庫の電源をね、つけましょう。初めについてるケーブルはね、1.5 メーターです。案外短いです。やっぱり短くて届かなかった。はい、今ね、電源挿しました。そうするとね、中のね、ここがね、赤く光ってますので、今ね、運転されてるってことですね。で、ここにね、ダイヤルがありますので、このダイヤルをね、今 L っていうところに合わせてます。それではちょっとね、閉じてみましょう。はい、今ね、都内を閉じました。今の表示が湿度 51%、室温17度になってます。というわけでね、この状態であと6時間ぐらい待ってみましょう。どれだけね、下がったかね、楽しみですね。はい、ということで、あれから6時間経ちました。どれだけ湿度が下がったでしょうか。見てみましょう。ということでね、今 41% です。低い湿度で設定してあるので、一応設定値としては35度未満になるはずなので、ただ説明書にはね、1日から2日ぐらいはかかるって書いてありますので、だいたいこんなもんでしょうね。ということで、いかがだったでしょうか。大事な光学機械をカビから守りたいっていう方はね、ぜひこのような防湿庫を設置されることをお勧めします。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。